皆さんこんにちは、若林よしこです。今日はバラの花の押し花の作り方についてご説明したいと思います。いろんな記念日やお祝い事などに一番プレゼントされたりしたことが多いのがバラの花ではないでしょうか。それだけ私たちの生活の中には馴染みの深いお花だと言えると思います。で、今日はバラの花の押し花の作り方をいたしますが、初めて押し花をされる方におすすめなのがこちらの方のピンクのバラです。真っ赤なシンクなバラというのに心も行きがちになる方も多いかと思うんですが、こういった赤いシンクなバラはどうしてもちょっと黒っぽく仕上がってしまいます。で、こちらの方は綺麗に仕上がりますので、初めての方はこちらの方がおすすめです。で、どうしてもこちらの赤いバラがと言われる方は、ステイカラーをされるのがおすすめです。で、バラが仕上がった時に少し黒くなりますので、そこでステイカラーをしていただくと、また元のこういった色に近い色に戻ると思います。ステイカラーのリンクは概要欄の方に貼っておきます。バラの花の押し花の作り方についてご説明しますので、ぜひこれから先ご自身がもらわれた大切なバラを押し花にして残しておかれればとても嬉しいなと思います。金木犀の押し花が出来上がりました。こんな感じに出来上がる。ちょっとわかりにくいですかね。出来上がりました。とても小さくて可愛いです。では始めます。まずご用意いただくものですが、カッティングボードでバラのお花、ピンセット、それからカッターナイフ、そしていつものようにときめきバサミの方をご用意ください。では始めます。まずバラですけども、バラの花切るときにこの辺で切ってもいいんですが、だいたいこの茎のこの節のところで切っておくと、後でこうつなげたり組み立てるのにしやすいと思いますので、この葉っぱのこの節のところでこう斜めに切られるといいと思います。最初に傷んだ花びらは取っておきます。傷んだ花びらを押しても傷が残るので、綺麗な花びらのみを選んで押します。このガのところにこうカッターを当てて、こんな感じでググッとこう半分に割っていきます。そしてこれをこんな感じで花びらを切ることなく半分に分けます。そうすると分かれました。で、花びらの方は無傷でできています。半分に割ったもので花びらは全部取ります。そしてここの部分もない方がいいので、ここの部分も外します。で、しっかりとこの白いところはどうしても茶色くなるので、この白い部分がないぐらいまでしっかりとカッターで注ぎ取ります。この表の部分に関してはここに、水分が全部ここに集まって、ここがなかなか乾きにくいので、ここに縦の切れ目を入れておきます。横の切れ目というのは残るんですが、縦の切れ目というのは後に残りませんので、縦に切れ目を入れておくようにしてください。一輪のバラをこんな風にしてばらして、で、あとこの花びらは花びらでばらします。で、この花びらは全部押して、そしてこれはこれで押します。花びら、そして茎たちという風にします。で、このガクの部分も後で組むのにあった方が便利なので、しっかりとこうしておきます。で、この花びらを組み立てる時につぼみにしたりとか満開にしたりとか斜めにしたりとかするので、とりあえずこんな感じでバラバラにしておきます。では今から押してみます。押し花乾燥キットに押します。押し花乾燥キットのご入手先の方は概要欄の方にリンクを貼っておきますので、参考になさってください。そして押し花乾燥キットの乾燥の方法なども概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方もご参考になさってください。花びらをこんな感じでたくさん押していきます。大きさがいろいろあった方がいいので、全ての花を押してください。その時にあまりこの向きをこうまっすぐにとか気にされなくてもいいので、後でバラというのはこうくるんくるんと巻いてた方がいいと思うので、このままでいいので、これでどんどん押していきます。ここにこうスポンジをかけて、茎ですけども、茎はこういう風にして、これがちゃんとこうまっすぐこうなるような形に整えながら押します。で、あとのこの隙間もバラを花びらを置けるだけ置いてやります。結構バラね、贈り物等でもらわれる
ことも多いし、差し上げる方も多いし、また大切にバラを育てられている方も多いので、押し花の仕方と組み方を知っておかれるといいと思います。で、この額なんで、ここがいいかな。この額なんですけども、スポンジを当てる時にこちらの方のこの額を整えながらこう乗せてやります。こんな感じですね。できました。そしてまた次を押していきます。今回はバラの押し方のみをしますので、また皆さんがバラが押し上がった頃にバラの組み立て方の方をしたいと思います。そして、バラの額作りもしたいと思います。変色しないためのバラの額作りというのも行いたいと思います。こんな感じで全然大丈夫ですので、これでこんな風にして仕上げていきます。よいしょ。で、だいたい3日ぐらいしたらできていますので、やってみてください。